こんにちは、リスタイルのヒロです。本日は Fitbit プレミアムのレビューを前編、中編、後編の3部構成でお届けします。この動画はそれの前編にあたりますが、主に Fitbit プレミアムってどういう内容なのというところにフォーカスを置いています。その後に実際にリスタイルのメンバー4人で Fitbit プレミアムを使っている様子っていうのをお届けします。最後の後半ではその4人がそれぞれ1ヶ月ずつ Fitbit プレミアムを使ってみて Fitbit プレミアムにどんな価値があるのか、果たして毎月お金を払うぐらいの価値があるのかというのを4人で議論しながらレビューしていきたいと思います。基本的に僕たちのチャンネルでは他の方の動画だったり記事だったりっていうのをちゃんとリサーチしてから動画を作るのですが、日本ではまだ Fitbit プレミアムに関してしっかりレビューを行っているという方はいらっしゃらないんですよね。ですが今ヘルスケア領域っていうのは日本に限らず世界で盛り上がっているので、 Fitbit プレミアムのようなサブスクリプション型のヘルスケアサービスっていうのはどんどん出てくるかと思います。ですので今回はその先取りという位置づけで Fitbit プレミアムのレビューをしていきます。現時点で Fitbit 製品を持っていなくても Fitbit を買う予定があるという方や、他のスマートウォッチでも将来的には同じようなサービスがたくさん展開されていくことが考えられますので、比較基準として一つ Fitbit プレミアムの知識があるといいかなと思います。それではレッツウォッチ。まずは Fitbit プレミアムの大枠について説明していきます。 Fitbit プレミアムとは Fitbit が提供するスマートウォッチの機能をグレードアップしてくれる月額課金制のサービスになります。睡眠トラッキングやワークアウトの機能などが高性能になるというようなイメージです。価格は1月だと640円、1年だと6400円と正直お高いので、果たしてそんな価値があるのかという疑問が湧いてくるわけです。ちなみに Calm という今海外で話題のマインドフルネスアプリは年間で5300円なので、業界的にはそこまでおかしな価格設定ではないようです。ちなみに Calm はアメリカのユニコーン企業でマインドフルネスに関するガイダンスのコンテンツ提供だったりを行っています。 Google の社内ではマインドフルネスとは精神を鍛えるジムだと言われるほど最近注目が集まっています。Calm がユニコーン企業なだけあって、たくさんの人がこのサービスを利用しているのは明らかです。じゃあ Fitbit プレミアムでは月640円でどんな機能を提供してくれるんだいっていう話をしていきます。機能は大きく分けて6つあります。一つずつ画面を見ながら紹介していきます。まずは今日のエナジー機能です。この機能は一言で言うと、体が今どのぐらい元気なのというのを表す一つの指標になります。特にランニングやワークアウトなど物理的なエクササイズに対して体が今準備できている状態なのかを表します。例えばスコアが30以下の場合には体がほとんど休まっていないので、過度なワークアウトや有酸素運動はお勧めされません。同様に30から60の間はほどほどにいい状態、65以上は体が運動する準備は万端だよといった感じです。昨日のアクティビティの結果だったり睡眠や心拍数からスコアを算出してくれるので、睡眠時間が少ない日などはぐっとスコアが下がってしまいます。自分の体が疲れているのかそうじゃないのかっていうのは意外とわからないものなので、一つの指標としては便利に使えるのかなと思います。ちなみに僕の今日のスコアは77で、昨日の夜はよく眠れたので睡眠スコアが高く、昨日のアクティビティはあんまりハードではないので、今は体がトレーニングするのに準備ができているよというのを表してくれているみたいです。続いてはアドバンスの睡眠記録についてです。そもそも Fitbit の睡眠スコアは睡眠時間、睡眠ステージ、回復の3つのカテゴリーからそれぞれ採点をして合計スコアを算出してくれています。スコアの付け方は睡眠時間が 50%、睡眠ステージが 25%、そして回復が 25% という風になっています。プレミアムに入っていないとこれらの詳細の内訳っていうのが見れません。ですがプレミアムだとこのようにそれぞれの項目が何点かっていうのを表示してくれます。具体的に見ていくと、睡眠時間はその名の通り寝た時間によってスコアが採点されます。そして睡眠ステージの項目では深い睡眠とレム睡眠の割合でスコアを出してくれます。この睡眠のグラフだったり、あとはベンチマークだったりはプレミアムでなくても表示してくれますが、細かい点を知ることができるのはこのプレミアムだけです。最後の項目が回復になります。この項目が一番分かりづらいのですが、要は睡眠中にどれだけリラックスができたかというのを表しているそうです。安静状態の心拍数と睡眠状態の心拍数
を比較してスコアを算出しているそうです。加えてプレミアムの機能では寝返りやいびきのデータも記録して解析をしてくれます。プレミアムの睡眠機能に関しては以上3つの項目の詳細をそれぞれ見ることができます。続いて3つ目の機能はウェルネスレポートです。この機能は過去1年分のヘルスデータをもとに心拍、アクティビティ、睡眠などの平均値や傾向を PDF にまとめて出力する機能になります。この機能を利用するには最低でも30日以上 Fitbit デバイスを装着する必要があります。実際に僕の出力データをお見せします。一番トップには過去30日の概要が表示されます。心拍数の項目では安静時の心拍数をグラフ化してくれます。僕の場合は過去30日、3ヶ月、6ヶ月、1年間でほとんどこの値が変わっていないので特に異常がないんだなっていうのがなんとなくわかります。続いては体重の項目です。僕は今まで体重を Fitbit アプリで管理していないのでここには表示されませんが管理をしている場合はここでグラフが表示されるようです。続いてはアクティビティになります。この項目では歩数とアクティブなゾーンの時間の2項目が表示されます。平均日時静止時間などを見るとここ1ヶ月はかなり座っている時間が長いなというのが一目でわかります。心拍数ゾーンの項目では脂肪燃焼、有酸素、ピークとステージングされているようです。レポートに書いてある通り有酸素運動を少なくとも週に150分から300分が推奨されているようです。ただこのビューだと週に自分がどんぐらい動いたかっていうのはわからないので最近運動量が足りているか足りていないかっていうのがパッと見て理解することができません。そして最後は睡眠になります。これは先ほどアプリでも見たようなビューが表示されます。過去の睡眠記録を統計データで見たり、睡眠ステージのグラフ化、あとは睡眠時間の傾向なんかもグラフで見ることができます。ウェルネスレポートは以上になります。続いては音声映像のコンテンツについてです。これらのコンテンツは大きくマインドフルネスとワークアウトに分けることができます。マインドフルネスの項目ではリラックスサウンドや寝るための物語、またマインドフルネスガイドなどを利用することができます。日本語コンテンツの半分ぐらいは動画の前半でも紹介したカームのコンテンツになります。ですが正直マインドフルネスガイドや寝るための物語の日本語コンテンツはとても少ないです。英語版だとコンテンツパートナーが10社ほどいるのでかなりの量が用意されています。英語に苦手意識がない方でプレミアムを利用しているのであれば英語版で利用するのがいいかもしれません。続いてはワークアウトですが、ワークアウトビデオでガイダンスを受けながら実際に体を動かすことができます。こちらも日本語版では20種類ほどしかありませんが、英語版では数えきれないほどのコンテンツが用意されています。ビデオワークアウトに関しては動きがついているので英語がそこまで聞き取れなくても問題なくガイドを受けることができると思います。続いて5つ目の項目はガイド付きプログラムです。この機能はある目標に向かってリマインドだったり先ほど紹介したコンテンツの中からこれ見た方がいいよ、これやった方がいいよっていうのを提案してくれる機能になります。例えば今僕が実際に取り入れているもっと睡眠をとるでは目標睡眠時間と実際の睡眠時間の比較だったりベッドに入る時間にリマインドをしてくれたりあとは就寝前のルーティンの管理なんかもできます。最近は睡眠時間が足りていないのであまり達成できていません。この結果を見てもうちょっと睡眠改善しないとなという意識が高まっています。ですが今のところこのガイド付きプログラムを日本語で受けられるのはたった2つしかありません。最後の項目はプレミアムチャレンジです。プレミアムチャレンジでは期間を決めて歩数やアクティブな時間を利用して複数のユーザーとアクティビティを共有しながら競ったり協力をしたりという機能になります。具体的にはビンゴのようなゲーム形式のものや All for One という協力モードもあります。リスタイルではこれらの機能を4人で実際に使いながら中編でその様子をお届けできたらと思います。以上が Fitbit プレミアムの大まかな機能の紹介になります。この機能紹介だけでは実際に価値があるのか否かというのはなかなか考えづらいと思うのでこれを見て気になった方がいらっしゃれば中編そして後編もぜひご覧ください。実際に今から1ヶ月以上使っていくので動画が出るのはもっと先になってしまいます。ですのでぜひチャンネル登録そして通知をオンにしてお待ちください。僕らが実際に使っている間は Fitbit コミュニティでも日々の活動ログを各自で配信していく予定ですので Fitbit デバイスをお持ちの方はぜひ一緒にチャレンジしましょう。詳細は決まり次第コメント欄や Twitter の方でも発信していくのでぜひフォローをお願いします。それでは中編後編もお楽しみに。
以上、リスタイルヒロでした。それでは。